今回の主役です。名をゴマバラトカゲモドキ。ゴマのような細かな模様と赤い目を持った中国産の地表性ヤモリ。最大全長は20から24センチと大型ながら細身で、同じトカゲモドキの仲間であるレオパードゲッコウとは違い、尻尾も太くならず、人前にも出てこない、いわば闇属性のトカゲモドキ。この子をお迎えしたのは2025年10月5日。誕生日は2025年8月30日なので、お迎えした時はまだまだ小さなベビーでした。そして前回、この子のために海外から提供していただいたオールインワンケージ、エクラケージを使ってビバリウムを製作しました。完成したのは2026年2月12日。しかし、完成して実際に管理を続けていくうちに、このケージの欠点も見えてきました。今回はビバリウムを本当の意味で完成させていきます。ゴマバラトカゲモドキがこの環境に入って生態系が出来上がるまでの150日間の記録を見ていきましょう。完成したのは2026年2月11日。そこから112日後。この形状を見てまず感じますよね。なんだか薄暗い。緑も少なく、植物たちもどこか元気がない。決していい状態とは言えません。よく見てみると、植物たちはわずかな光を求めて上の方へひょろ長く伸びています。本来の姿で伸びているというより、なんとか光をつかもうとしているような不自然な伸び方です。蓋を外すとその原因が見えてきます。そう、このケージは上蓋にライトが内蔵されていて、時間によって光量が変わる仕組みになっています。最初はまだ良かったのですが、管理しているうちにその光量はみるみる落ちていきました。その結果、植物は徒長し、成長も止まり気味になっています。これは何とかしないといけません。そしてこれこそが実際に使ってみて分かったこのケージの大きな欠点でした。こちらが上蓋の内側です。ここに普段から使用している植物育成用のパネルライトを貼り付けてしまいます。フルスペクトルのライトなので、これでケージ全体をしっかり明るく照らせるはずです。ただ、そのためにはコードを外に出す穴を開ける必要があります。幸いこのプラスチックはかなり柔らかく、ペンチで簡単に穴を開けることができました。穴開け用の工具がなかったので、見た目は少し不格好です。ですが、ここは普段見えない場所、許容範囲ということにしておきましょう。付属の両面テープでライトをしっかり貼り付けます。そして無事にコードもつなぐことができました。これでまずは光の問題を解決できたはずです。ここから改めてレイアウトの様子を観察していきます。苔は細く長く、上へ向かって伸びています。これが徒長です。本来ならもっと密に、低く、青々と広がってほしいところですが、光量不足の影響がしっかりと出ています。そして植えた覚えのないセラギネラも伸びていました。胞子から生えたと思われる謎のシダも芽生えています。知らないところで勝手に小さな植物が生まれている。こういうサプライズもビバリウムの面白いところです。こちらはダバリア。葉は小さく目立った徒長はしていませんが、生育旺盛とはまだ言えません。ホマロメナ緑銀も育ってはいるものの、以前より勢いを失っているように見えます。そしてこちらがフィラガティス SP。かなり大きくなってしまいました。これは徒長なのか、ただの大型化なのか、石棺や葉柄の長さを見る限り、少なからず光を求めて伸びているように見えます。左側のシダたちも確認していきます。台湾アオネカズラとセカトキワシノブ、生きてはいます。ですが、全く元気そうではありません。特にセカトキワシノブは新芽が弱々しく光の方向へ傾いています。このまま置いていてもいい結果にはならなさそうです。奥のこのシダは撤去してしまいます。雪の下が植わっていた場所にも光は届かず、土もあまり合わなかったのか、溶けてなくなってしまいました。ここには新しく苔を追加しておきます。大きくなりすぎたフィラガティスはトップカットします。切った枝はそのまま捨てず、水差しにしておきます。発根してくれれば、また別のビバリウムで使えるかもしれません。この植物は謎のシダです。西国本宮シダの鉢から勝手に生えてきました。そしてメインの西国本宮シダはというと、以前アブラムシにやられて葉を落としてしまいました。ただ根茎には新芽が見えています。まだ終わってはいなさそうなので、期待を込めて謎のシダと同じ場所に植えておきます。屋久島雪の下は群生とまでは言っていません。ですが、この環境の中でよく育ってくれています。これは褒めてあげたいですね。そして謎のゼリー状のボールを見つけました。何かの卵でしょうか。正体は気になりますが、一旦そのままにしておきます。これで未知の生き物が生まれてきたら、ちょっと怖いですね。もう少し全体に茂ってほしいので、後ろの方にはフィカスのカット苗を追加します。そして徒長した苔を刈り込んでいきます。これからはしっかり光が当たるので、できれば本来の姿に戻ってほしいところです。こちらはヒドロコティレ SP ノーザンペルー SV 便。私が輸入したペルー北部産のまだ見ぬヒドロコティレです。丸くて可愛らしい葉をしていて、このビバリウムの足元にとてもよく合いそうです。さて、この盆栽流木の枯れ枝にもすっかり見慣れてしまいました。
この間にも息を吹き返してもらいたいところ。ということで、粘土を練っていきます。本当は毛と土を使いたかったのですが、切らしていたので、赤玉土などの微粉と荒木田土を水で練っています。これを枯れ枝にペタペタと塗りつけていきます。ここまで見れば何をしたいか分かった方もいるのではないでしょうか。そうです。苔を貼り付けます。枯れ枝だった部分に苔をまとわせていく。すると一気にミニチュアの小さな木のようになりました。木の葉っぱを苔で再現。なんとも可愛い姿です。まるでジブリの世界観。ちゃんと育つのか疑問に思った方もいると思いますが、それは動画の最後の方で明らかになります。右側にはフィラガティス。ならば左側にももう一つ植えていきましょう。こちらはフィラガティスロツンディフォリア。青くなるフィラガティスで挿し木で増えた株です。まだ全然育っていない弱々しい株ですが、環境に馴染めばきっとリーフジャンプが起こり大きく成長してくれるはずです。120日が経過した6月10日、かなり変化したビバリウムですが、まだ主役の登場には少し早いです。年月が経つにつれて、木の根元には枯れ葉が降り積もります。その景色を再現するように、床には枯れ葉を敷いていきます。すると、その中で何かがうごめいていました。ダンゴムシです。日本で普通に見られる一般的な甲殻類、オカダンゴムシですが、役割はしっかりあります。彼らは枯れ葉や余分な有機物を食べ、少しずつ土へ返してくれる分解者です。ビバリウムの中でこうした分解者の存在は重要です。見た目を整えるだけではなく、落ちた葉が分解され、土に戻り、また植物を支えるエコシステム、バイオアクティブとも言います。そういった循環を作るための大切な住人です。こんなところには赤ちゃんがぎこちなくもたくさんの足を使って歩いていますね。こちらは同じく分解者のトビムシ。毛が生えていて色が黒いかっこいい野生のトビムシ。動きが速くてカメラで追えませんが、カビなどの菌類も食べてくれる同じく重要な動物です。サイズはダンゴムシよりもはるかに小さく、電車1両と人間1人くらいの差があります。新しい植物と分解者を加えたことで、ようやく次の段階へ進み始めました。光と水はビバリウムの環境にとってとても重要な要素です。どちらかが欠けていると、このような湿度環境のケージは少しずつ崩れていってしまいます。光は12時間点と12時間ショートのタイマーで管理しています。そしてもう一つ大切なのが水です。自然界では雨や霧、朝露といったものが植物や土を潤してくれます。ですがケージの中では僕たちがその雨を演出しなければなりません。そこで僕が普段使っているのが電動の霧吹きです。今回使用しているのはバレルさんから提供していただいたスプレー1000。少し紹介させてください。植物育成ライトなどでもおなじみのバレルさんから出ている充電式の電動スプレーです。このように広いケージの霧吹きを手動でやるにはなかなかの根気と握力が必要ですが、手元のスイッチを押すだけで自動で水を噴射してくれるので何度も握る必要がありません。広い面積の苔や植物、土をしっかり湿らせたいとき、この霧吹きの出番です。まず見た目が超かっこいい。インテリアにも溶け込みますね。カラー展開は黒と白。組み立てもくるくる回すだけですぐ使えました。回す。うるさくないのでとてもありがたいですね。あとオフにした後の先端からの水漏れが少しもないのがすごい。いいな。なんか微調整できる。そしてノズルの先端を回すことで拡散噴射と直線噴射が自由に切り替えられます。ケージの状態や用途に合わせて水の当て方を変えられるのが便利です。直線噴射は糞やカビを落とせるのでありがたいですね。霧はあまり細かくはないですが、このくらいしっかり出てくれた方が土もすぐに湿りますし、ビバリウムの水やりには向いています。強弱はつけられませんが、これも当てる長さなどの扱い方で調整できます。そしてこの付属の延長ノズルもかなり使いやすいです。このビバリウムのように奥行きが45センチもあると、狙った場所に水を行き渡らせるのが難しい時もあるんですよね。何より角度も変えられるので、変にスプレーを傾けなくてもいいのが画期的です。
このスプレー1000はボトル容量が 1000ml。ビバリウムをいくつも管理していると小さな霧吹きではすぐに水がなくなってしまいますが、1000ml あるとかなり安心感があります。僕は10何本もの水槽を管理しているので、もっと大きな自動噴霧器もあるのですが、普通ならこのレベルは過剰ですし、場所も取るし、取り扱いもしづらい。1リットルという重すぎないちょうど良さ。このコンパクトさも魅力です。バッテリーは USB 充電式で、フル充電で最大約70分ほど連続使用できます。1日10分程度の使用であれば、1回の充電で約1週間使える計算です。充電は Type-C ケーブルで行います。水やりだけではなく、液体肥料や薬剤散布にも使用できるので、植物管理用としてもかなり使い道があります。高湿度のビバリウムには霧吹きが必須ですが、手動の霧吹きで前腕が悲鳴を上げるような霧吹きをしていると、楽しい管理も苦痛に変わってしまいます。自動噴霧器はビバリウムを長く維持する上で、手動霧吹きよりタイパもコスパもいいんです。ということで今回はバレルさんから提供していただいたスプレー1000にこのビバリウムの雨となってもらいます。ダンゴムシの赤ちゃんが苔の上で小さなアスレチックを楽しんでいます。さすがに小さすぎてピントがなかなか合いません。その背後には一寸ムカデの仲間、おそらく枯葉に混じって一緒に入ってきたのでしょう。大きな害はなさそうなので、このまま様子を見ておきます。トビムシも小さな体で活発に動き回っています。普通に僕より元気ですね。マクロカメラでの観察が楽しすぎて止められません。こちら、シェルターとなる洞窟の入り口には、さらに流木を固定しました。開口部をさらに狭くすることで、中が暗くなります。ゴマバラは隠れていたのです。これで、より安心できる環境に近づいたのではないかなと思います。7月5日、植物も小さな生き物たちも少しずつ環境に落ち着いてきました。地面には植えた覚えのない蛍光色に輝く綺麗な苔。そして同じく胞子から生えてきたシダ植物。カットしたフィラガティスからはオレンジ色の新芽が出ていました。一方でこちらのフィラガティスロツィンデフォリアはまだスイッチが入っていないようです。木の上に貼り付けた苔はところどころダンゴムシたちに食べられた跡がありますが、それ以外の部分では新芽を出し、思ったより綺麗な状態を保っています。そして苔の中から出てきたクラマゴケもだんだんとしっかりした姿になってきました。人間が意図して植えたもの、勝手に生えてきたもの、それぞれが馴染んでいき、ようやく小さな生態系らしくなっていきました。さて、主役が入る舞台がようやく整いました。これまで暮らしていたのはこの小さなサイズの少し殺風景な飼育ケース。そこから植物が育ち、苔が広がり、小さな生き物たちが動き回るこのビバリウムへ。かなり大きな環境の変化です。当然本人もかなり警戒しています。落ち着いているとは言えませんが、なんとか手に乗ってくれました。いよいよ導入です。さあまずは辺りを探索してと思った瞬間、一瞬で作成したシェルターの中へ逃げ込んでいきました。これでこそゴマバラトカゲモドキ。レオパのように堂々と歩き回るというより、まずは暗い場所へ一直線。でもこの子はこういう子なのです。暗がりに身を隠し、彼らが本領を発揮する夜。そこには立体的に活動する彼の姿が。そして辺りを探索。それは獲物を探すためでしょう。餌を捕らえました。影に潜みながら赤い目で狙いを定めて捕らえます。まるで忍者。そして暗闇の中でも光って見えるようなこのオレンジのバンド模様、綺麗すぎます。いかがでしたでしょうか。
我が家でもひときわ特徴的なこのエクラケージのビバリウム。小さな植物から始まり、分解者たちが土を育て、その上でゴマブラトカゲモドキが暮らす場所になりました。たった一匹のためのケージですが、その中では植物も小さな生き物たちもそれぞれが役割を持って生きています。ようやくこの小さな世界が動き始めました。この動画ではビバリウムの154日の様子をまとめました。主役が入った今、本当のスタートはここからです。植物はどう茂るのか、分解者たちはこの環境を維持してくれるのか、そしてゴマバラトカゲモドキのさらなる成長。数ヶ月後、この景色はきっと今とは違うものになっているでしょう。またその変化も皆さんと一緒に観察していけたら嬉しいです。今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。